ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの情勢解説です。前回の動画と同じく、公平を期すためにも、ウクライナ側の動きだけではなく、ロシア側の動きについても今回も取り上げていきます。ただし、どの動きを取り上げるかは私の裁量に任されているわけですから、やっぱりこの話題を選んだかと分かる人にはすぐに分かるような選び方をしています。それでは順番としてロシア側の動きを伝えた後に、ウクライナ情勢についてのお話をしていきましょう。それでは関連ニュースいきます。赤く塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナの領土です。この地図は戦争研究所のものを引用しています。今回取り上げるロシア軍の動きは2番のバフムト戦役です。バフムト戦役においてはウクライナ軍が町の北と南においてじわじわと前進をしており、ロシア軍の陣地を削り取っているところです。しかし、ロシア軍としても後退し続けていては基本的には負けっぱなしなわけですから、なんとかウクライナ軍を押し返そうと反撃にも出てきています。今回取り上げる動きは、ロシア軍のそうしたウクライナ軍の進撃を食い止めるために出てきた一部隊の壊滅の様子です。こちらの映像を見てお気づきでしょうが、ドローンで撮影されています。ウクライナ軍はこの上空からの監視をもとにして、ロシア軍の戦車や装甲車がやってくるぞという情報をもとに、砲兵隊などに連絡、そして遠距離攻撃を加えることによって、ロシア軍の戦車や装甲車の一軍を全滅させるに至りました。ロシア軍の方としては、基本的には前線の部隊がどんどんと後ろに下がってくるわけですから、その責任を問われることとなります。しかし、その責任を問われたところで、今のロシア軍は少しずつ味方の砲撃隊からの支援も少なくなって、陣地で食い止めるのもかなり苦しくなっているようです。続いてロシア軍の動向をもう一つご紹介しましょう。こちらの地図は、ウクライナの首都キーウからモスクワを見た場合の地図です。キーウの北東にロシアの首都モスクワがあります。そこよりもさらに遠いノブゴロド州において、ロシア軍の戦略爆撃機が失われるという事件が発生しました。ロシア軍の爆撃機は大型の巡航ミサイルを搭載でき、ウクライナの国土その全てを射程圏内に収めて攻撃をこれまで繰り返してきました。そして射程が長いことから爆撃機それ自体はロシア本国領空からの攻撃をすることができ、基本的には安全なところから攻撃し、安全な基地へと帰るといったことから、被害は全くなかったのではないかと言われています。ところが今回爆撃機が失われました。それはなぜか、ウクライナ側の情報発信としては、この爆撃機を破壊したのは小型ドローンだというのです。ウクライナの領土から見れば、600キロとか700キロとか離れた場所の爆撃機を破壊したのがドローンとなれば長射程のドローンを使ったかと最初に思うのですが、そうではありません。今回爆撃機を攻撃したのは小型ドローンから投下した小型の爆弾や手榴弾だったようなのです。つまり、ロシア内部における工作員の潜入や、もしくは反体制派とウクライナが結託することによって連携攻撃を行ったというのです。ちなみにこの爆撃機なのですが、飛行場においては特に倉庫などに留め置かれていたわけではなくアウトラ駐車だったようで、しかもウクライナの戦場からかなり遠いったこともあって、全く無警戒な状態だったそうです。ですから、小型ドローンで爆弾を落として、それが燃料やもしくは爆薬などに引火する形で爆撃機が失われてしまったというわけです。一方、ウクライナ軍の方なのですが、砲撃下の中での戦いというのは、ロシア軍と状態は全く同じです。ただし、ここで両軍における差というものがあります。それはどれだけドローンをうまく活用して戦っているかです。ロシア軍の戦車に対して、ウクライナ軍のドローンが観察を行って味方の砲撃隊に指示を出す。それによって攻撃を撃退したというのが一番最初にご紹介したわけですが、逆に言えばウクライナ軍の戦車が前に出るときも味方のドローンによって周囲を観察、情報を得ることによって少しでも危険性を減らした上で戦いをすることができるのです。この映像はロシア軍の陣地に対してウクライナ軍の戦車が接近し攻撃している場面です。陣地への攻撃を始めると、それに呼応する形でロシア軍の砲兵隊からの援護射撃が入ってきます。しかし、ウクライナ軍の戦車はすぐにそれらの攻撃に気づいて撤退を始めて被害もなく、そのまま逃げ切っています。こうした
敵を仕留めることができるかどうかといったのは非常に重要なことで、相手に逃げられてしまえば今後も継続的に攻撃を受けてしまうものなのです。そして戦況解説としても少し動きがあったのでお伝えしておきましょう。4番の戦域、ウクライナ南部ザポリージャ州オレホボ戦域についてです。前回の解説において、オレホボからの南へと進んでいるウクライナ軍がロボーティネに対して攻勢を仕掛けており、優勢だという話をしました。その進捗状況を伝える動画が公開されています。こちらの映像では、もはやロシア軍の脅威が去ったのか、ウクライナ軍の兵士が悠々と歩いています。おそらくこの後、ロボーティネを解放したと、ウクライナ国旗を掲げて兵士たちが演説する、そうした動画がいずれは公開されるでしょう。それでは最後にご紹介する記事は、ウクライナに対する F16 戦闘機供与の話、ようやく大きな前進を見せたのでお伝えします。ウクライナ待望。F16 戦闘機61機供与へ、オランダ&デンマークが発表。パイロット訓練も。オランダとデンマークの両国は2023年8月20日、ウクライナに F16 戦闘機を供与すると発表しました。この日、ウクライナのゼレンスキー大統領がオランダを電撃訪問しましたが、その際にオランダ空軍の F16 戦闘機を視察。その後行われた共同記者会見で、オランダのマーク・ルッテ首相が供与を明言。なお、ウクライナのゼレンスキー大統領は、オランダから供与される機数について、42機と公式テレグラムに記しています。そのオランダ国防省の公式発表とほぼ同時に、デンマーク国防省もプレスリリースで F16 のウクライナ供与を発表。機数は19機とのことです。両国の機数を合算すると、61機の F16 がウクライナに引き渡される計算になります。これに関してウクライナメディアは、1個飛行体14機で編成する場合、オランダ供与の数で3個飛行体を作ることができるとしており、デンマークから引き渡された機体を合算すると、総計4個飛行体、プラス予備が編成可能な模様です。また、ウクライナのレズニコフ国防大臣は、自身の公式 X において、F16 戦闘機に関するパイロットを含めた要員の訓練は、すでに始まっていることを明らかにしています。さて、最後に記事の補足をしておきます。現在、ウクライナ空軍は戦場で戦っていますから、すべてのベテランパイロットをさあ F16 へ転換訓練するといったわけにはいきません。ベテランパイロットたちは戦いつつ、その中から少数のベテランパイロットとプラスアルファ若手のパイロットを F16 に乗せるために送り出しています。そのため、元々のベテランパイロットであれば、飛行訓練の時間はかなり圧縮できるため、来年の早いうちにも F16 に乗ってウクライナに帰ることができるでしょう。しかし、若手のパイロットの場合だと十分な飛行訓練を重ねる必要があるため、それなりの時間は覚悟しなければなりません。また、同じようにパイロットだけではなく戦闘機を運用する上では、整備士たちの訓練も行わなければなりません。これらの補聴を合わせることによって戦闘機は機能するようになりますから、正式に供与することが決まったプラスアルファパイロットの訓練が始まったからといって、すぐにでも F16 戦闘機がウクライナの空を飛ぶわけではありません。ここは注意する必要があります。戦場単体での戦いといったものも重要なのですが、その戦場にどのような影響を与えるかはかなり外部要因が重要です。例えば今回、バフムト周辺におけるロシア軍の攻勢をウクライナ軍が完全に撃退したという話、これが一体なぜ起こったのかについての分析なのですが、ロシア軍の方は味方の砲兵隊からの支援がほとんどなかったから、その分だけウクライナ軍が一方的に砲撃することができたのではないかといった分析が行われています。なぜそのようにしてロシア軍の方は砲撃支援がなくウクライナ軍の方だけが砲撃できたかといえば、そこにはアメリカ軍が供与したクラスター弾の影響が大きいのではないかと言われています。砲撃戦を行う場合において相手がどこにいるかを探って敵軍の大砲を砲撃するわけですが、その際にクラスター弾を使用するとより高確率で相手の榴弾砲やロケット砲、それらの部隊そのものに対して大打撃を与えることができ、砲撃戦においてかなり有利になっただろうと言われているのです。クラスター弾は一般的な砲弾が点に対して攻撃するのに対して、クラスター弾は小爆弾が大量に出ることから面を制圧する兵器だとよく言われます。ですから、これまでの砲撃戦の中において撃ち合っていてもなかなか相手の大砲を撃破できなかったものがクラスター弾を使うことによってより高効率に相手に打撃を与えることができたようなのです。そのようなことが積もり積もっていくと、ロシア軍の方は大砲の数が少なくなりますし、
大砲が少なくなってそれを埋め合わせたとしても、操る兵士たちの連度が追いつかなければ、砲撃戦において不利になります。一方で、ウクライナ軍の砲兵隊の方が、連度が積み重なっていくわけですから、より高効率にロシア軍の大砲を撃滅することができるというわけです。そのような形で、支援がない状態でロシア軍が、ウクライナ軍の進撃を食い止めようとして前に出てくると、一方的にロシア軍に打撃を与えることも可能になったというわけです。もちろんこの状況がどこまで続くかはわかりませんが、現状においてはアメリカ軍が供与したクラスター弾は確実にウクライナの砲兵隊を強化しています。ちなみになのですが、今回の映像の中で砲撃戦が行われているわけですが、戦車に対してクラスター弾を使っているわけではありません。先ほど述べたように、クラスター弾は敵の榴弾砲や砲兵隊陣地に対する攻撃や、もしくは塹壕などに対する攻撃などに主に使われており、敵戦車がやってきたぞとなれば、その際には爆弾では戦車の装甲は打ち破れませんから、通常の砲弾で何発も何発も撃ちまくるといったことになります。そして、そのような砲撃戦において、ややウクライナ軍の方が有利に立っているといったこともあって、オレ砲戦域におけるウクライナ軍の前進といったものにもつながっているのです。地上部隊はまだまだ地雷原を突破しなければなりませんから、ゆっくりとした動きにはなっていますが、砲撃戦においてはすでにロボーティーナよりもさらに先の特幕のその周辺陣地に対する砲撃も行っていることが明らかになっており、ウクライナ軍の攻撃はじわりじわりとロシア軍を苦しめ続けています。そして一つ朗報なのが今回ご紹介したロシア領内奥深くにある空軍基地で潜入工作員かもしくは反体制派の協力を得られてなのか、そのあたりは詳しくは分かっていないものの、これまで攻撃することが叶わなかった爆撃機を撃破することができたことです。戦場が遠いといったこともあって、掩体壕などもないし、もしくはしっかりとした屋根のあるいわゆる格納庫などに収めるといったこともしていなかったロシア軍。これからは出撃させるまでにもっともっと時間のかかるような格納庫の奥深くまでしっかりと入れなければならないし、そのような施設がないところでは、そのような施設がある場所へと配備する基地を考え直さなければならないなど、ロシア軍に負担を強いることとなります。小型ドローンによる1回の攻撃はそのような軍全体に対する影響を与えるのですから、ロシア軍爆撃機を一気撃破したというのは結構大きな要素なのです。そして今回最後にご紹介したのが F16 戦闘機の正式な供与。オランダとデンマークが非常に頑張っています。これらの国々は F16 戦闘機から F35 戦闘機へとその主力を移行していきます。ですから供与される F16 は最新バージョンではありません。しかし、そうであったとしても基本的な性能は高いですし、また、どのような兵器を搭載するかというのが非常に重要です。長射程のミサイルが空対空の対戦闘機なのか、ヘリなのか、そして地上攻撃なのか、それぞれミサイルの種類によって異なるのですが、少なくとも現在ウクライナ空軍が保有しているロシア系の戦闘機よりも選択肢はより良くなるでしょう。そうなれば防空体制を強化することができますし、防空体制を強化することができれば、ロシア空軍が前線に対する影響力を減らすこととなります。それもまたウクライナ軍の領土奪還に必ず大きな支援となるでしょう。ウクライナ空軍に F16 が配備されて実際に稼働するまでは時間がかかるわけで、このあたりは前回の動画でも述べたように、この戦いがベトナム戦争のように長くなることを考えれば、今はまだその勝利までの過程の一部だと少し辛抱強く見る必要があるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、役に立ったなと思う方は SNS 等のへの拡散や投げ銭機能もご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。